チェキラードテトンです。というわけでね、今回はクランリーグ最終日やっていきたいと思います。最終日なんでね、いつも通りスタッツ見ていきましょう。41対41、ちょっとね、危なかったっすね。はい。というわけで、リーグは1位だったんですけど、いっぱいしちゃったのでって感じですかね。で、自分も含めね、21点の人が、8人かな ?8 人いますね。すごいパーフェクト。半分がパーフェクトというところで。こんな形でした。11番、リンカーンさんまでワンミスのみと。カズマくんもね、ラストの試合で星1取っちゃったんだけど、前回の数だけで言うと7分の6というところで、非常にみんな、なんか安定してプラン組めるとそのまま全回取れる環境かなっていうのが、やった感想ですかね。理不尽な火力による事故率っていうのはだいぶ少ないし、それでいてなんかいいバランスみたいな感じで、僕もね、ノーマルモードでやる分には楽しいなって感じ。ハードモードだとまた難しくはなると思うんですけど、はい。というわけでね、その辺喋りながら早速やっていきましょう。はい、ニャロメということで。あらかじめね、どの配置を攻めるかっていうのが分かってるクランリーグは割と、クラン対戦もそうですけど、レジェンドリーグと違ってという意味ですね。ある程度、前回も取りやすいかなっていうところですかね。僕はね、どっちかっていうとそっちの方が昔から好きでもあり得意ではあるタイプなので、レジェンドが下手だし、だいぶ今の環境でも配置さえ分かってれば全然普段そんなにね、対戦とかしなくても楽しくできるかなって感じですね。まずは、9時シューターと3時オデヒで両サイドカット。シューターに関してはシンプルにぶっ刺さるところに投げればいいっていうような感じですが、防衛ウォーデンいるんですけど、燃焼ダメージで勝手に死にますかね、あいつ。で、3時の方にはね、キングいるんで、アーチャーとストライカーとかで一応ウォーデンの処理を試みるような展開は取りましたが、勝手にやっぱ燃焼で死にましたね。その辺まで加味したのか、今回はワンチャン残ったらイエティとストライカーでの処理も見ようとか、そういうことも考えてたかもしれないですね。が、シンプルに燃焼ダメージがずっと入り続けて処理することができました。これはだいぶ美味しいですね。で、オーデン真ん中、タウンホールの方向持ってって、火力も高いところレイジ。対空砲ね、両方危険な位置にあるんだけど、ファイヤーボールナイス。これ自分で撃てんのが偉い。反対サイド、ロイヤルチャンピオン。オーデンが進まなかった方向からスタートしようみたいな。それテスラなんかホグ投げてたけど、ギリギリ解除ができなかったんだね、そこ。そっちも、まだ見ぬテスラ2本出てきた。手前のところにしかかからないようなホグでは確かにあったけど、結構キワキワなところ生き残った精鋭のテスラが現れましたね。トツイエティじゃないわ。シューターから出てきたイエティが仕事しまして、内側の対地クロスボっていうところまで追ってきました。反対サイドキングの方で能力割きつつ、ロイちゃん、ウォーデンの方もね、いろいろ呪文と使って延命しつつ援軍と当たって、で、ロイヤルチャンピオンをしっかりこの辺、裏から刺して、モノリスのところなんだけど、リクスケが対応してくる。なんか、ロイちゃんを無視してくれたんで、なんとかなりました。ロイちゃんも無視して、ロイちゃんも無視してという、お互いに無視の無視で、ロイちゃんが捕まりませんでした。さあ、この状況でまだ呪文が大量に残っている上に、ロケバルの数見てください。すごいっすね。ナイス。非常にいい全開。ガクも安定してますね、ほんと。ガクとニャロメは、なんか、結構近い感じで自分のスタイルを持ち続けて全開取り続けましたね。戦術もね、割かし、似てるっちゃ似てるというか、やってることはこの初手の削り全然違うんだけど、結構ね、インビジブルの少ない形は早めにヘイスト薬を切ってっていうのが結構大事ですね、やっぱり。それはガクのアタック見ててもかなり思うな。さあ、ラス1インビジブルどこまで削れるか。モノリス、ギリギリまで。
いいフォックスギリギリで入って、ここで回収。非常に素晴らしい。で、そこからタイタン展開まで早いですね。ウォールブレーカー使いますが、12時角空いてたみたいですね。ジャイアントアローをぶっ飛ばしつつ、10日兵士隣に置いていきます。さあ、こちらにもウォールブレーカーを置きつつ、ロイヤルチャンピオンまで登場しました。角にはスーパーバーバリアン使って、真ん中ジャンプレイジ、トームまで1構えかな、これは。ここでナイストーム。中央レイジ置いて、援軍じゃないよ、リクスケ出るんだけど、これはエレクトロタイタン強いね。この編成マジリクスケ止まんないよね。ロイちゃんも本体もリクスケに強い組み合わせということで。さあ、終点タウンホールまで貫通して合流を図ります。強い、一瞬でタウンホール突破した。いやー、強いな、これ。ナイス全開。さあ、もう皆さん見慣れましたかね、もう。ドラゴンオンリー、コマくん。まずはロイちゃん削り、超弾大砲も2本あるというところで、反対サイドならマルチアーチャーター2本だから、ドラから考えたらそっち削った方が強そうだけど、どうなんだろうこれ。この削りで3時から入った理由が何かあるのか。完全なる左右対称だったら多分後からやるのがドラゴンだったらワンチャンマルチアーチャッターからやった方が強そうではある。さあ、これ、爆破入るぞ。やっぱ、ロイちゃん対策の巨爆ラッシュみたいなのが強いですね。さあ、ドラゴンパートスタート。ボマー型で入ります。タウンホール潰せたらボマー、潰せなかったら突撃艦とか、そういう使い分けあるのかな。まあ前までも潰せなくても展開はしてたか。ボマー型も。あれ、星さんだったかな。あれ、星さんか。あれ、星さんの投下兵士だったな。今のサッカーボール、すげえエイムで、高火力施設ぶっ飛ばしてくれたな。中央、レイジ、インビジブル。まあ、インビジブルがね、結構残ったところだったので、この辺ドラゴンの延命とかに何度も咲いて、さあ、HP が低いドラゴンだったので、そこは、ホーミング吸ってくれたのむしろ美味しい。さあ、ここは裏側、クイーンに反応して、むしろ投石近づいてくれて、これも美味しいと。ナイス全開。毎回これドラゴンすごい残るんだよな。ロイちゃんの削りが渋くなったところで全然残りもうある程度の削りさえできてしまえばなんだろう。ロイちゃんパートでの削りが想定の 75% ぐらいなら余裕で全開取れますね。こうやって見てると。まあ、半分とかだったらさすがにしんどいとは思うけど、6割7割さえ削ってくれれば、まあ、インビジブルの呪文自体も強いんでね、リカバリで全然全開取れちゃうと。さあ、自分のアタックですかね。最終日ってあるあるだと思うんですけど、みんな攻めるの早いっていう。だから残り2つしかない配置のうちの1つを攻めたっていうのが最終日の記憶でしたね。今回もクローズンアロー型というところでね、ほぼフローズンアローでしたね、僕。で、これちょっとクイーンのコントロールミスっちゃって、本来ちょっとこっち削って対地クロスプラスこの対空砲削るプランだったんだけど、ちょっとやっちゃいましたね。もう出した瞬間に、わあ、これそれたと思いながら。思ったよりそっち行っちゃったなーって思いましたね、攻めてる最中に。なので、シューター訂正して9時。まあ、もともとここ削ってシューターここぶっ刺すプランだったんで、まあ、ちょっと角度ずらしてって感じなんですけど。で、これね、とんでもないミスをしますと。まあ、クイーンね、こうして、外周歩かせて、ウォールブレーカー開けて、クロスアーロついてることで、このクロスボウからのね、ターゲットも外すことができて、で、僕ね、皆さん気づきます？さすがにそろそろ気づいてますよね。ウォーデンいないんですよね。ウ
ウォーデンいないじゃんってなって。慌ててウォーデンアップして。で、俺ずっとトーム押そうと思ってたの。トーム押そうと思ったらなんかウォーデンがなんか陸とか空とか選択出る画面でなんだこれと思ってたらなんと出てないと大事件発生しまして、ドラゴン相当しんどくなっちゃいましたね。まあ、渋くなっちゃったんですけど、まあ、ここでまあ合流を図って、まあちょっと渋くなったね、さすがにこれはね。一番打ちたいタイミングでトーム打てなかったからね。まあそりゃ伸び縮まるよなっていう形で。まあでも、伸びてはくれたけど。さあ、あとはロイヤルチャンピオンとクイーンとっていう状況を作り出してしまいました。が、これ強いからロイちゃん。うん。さあ、ここまでたどり着いたら、もうフォックスもまず強いからね。で、竹ずらしのホグ人形を使いつつ、出てきたリクスケは勝手に死ぬと。で、テスラにベビドラ当てつつ、貫通してきたクイーンと合流と。いやー、焦ったよね、さすがに。ウォーデンいないんだけどっていう。さすがに焦るよね。さあ、ひろやさん、ロケバルラッシュ。まずは12条でヒースタート。まあ、サイドにベビドラのパッドも入れつつ、リクスケとかも出てますね。まあ、この辺は安心してゆっくりできるポイントなので、まあ、時間使える分ゆっくり落ち着いてやりたいシーンですね。まあ特にやることも言うこともないみたいな感じですけど。反対サイド10日弊社セットされていきました。ここはそうだね、サイドカット10日弊社として使うなら中心部分をヒーローでという形。まあ、オデヒーは単独で動いてるんだけど、ちょっとこいつヒーラー撃たれちゃってるのでインビジブル。まあ、これがね、クイヒーが普段使われない理由の一つでもありまして、オデヒーですらこうしてヒーラーがターゲット取られちゃうのしんどいっすね。さあ、マルチアーチャーター IT の方もターゲット入ったので、ここはロイちゃんを出すことでのリカバリーですね。うん、ボム入った。外周キングの方も、ちょっとこの辺穴開けつつ、クイーンの道作っていい形。あとはロケバルまだ10体手元にいる。さあ、ロイヤルチャンピオン、ここは、耐えてる。フリーズからの能力解放でホグ。あとは裏にロケバル等々咲きまして、まあ、モノリスのターゲットだけロイちゃんに入らない形を取り続けたいし、インビジブルも2発あるので、そのカバーができますね。ナイス展開。こっち側に結構罠が集まってたんだよね。リンカーンさん。ドラドラ。まずはアローぶっ飛ばし。ホームまで入っていきます。まあ割とドラドラの時はいい形。こういうね、レイジで進める初手トームっていう形が入って、フリーズをタウンホールに当てたかったのかな、今の。ちょっと一発ずれた可能性がありますね。で、龍炎砲とかにもフリーズ咲いて、完全にね、こっち向いてる龍炎砲ですからね、これ。で、タウンホールにももう一度咲きつつ、タウンホール触ってるドラゴン頑張れるか、これ。レイジフリーズ一発ずつ残して、まあ、多分呪文避けは取れたところだと思うんですけど、ちょっと中途半端だったかな。レイジフリーズユニット残ってるうちに両方割いてここ突破しちゃうのが良かったかな。まあでもこれ、壁内側にいるやつでも、ロイヤルチャンピオンロケットスピア型なので、
まあ、ロケットスピアでタウンホールは拾いに行けるかな。よう通りましたね、でもこの展開から。うん。まあ、この辺はロケットスピアの強いところですよね。完全射程外からぶっ飛ばして。まあ、ロケットスピアもね、リクスケルトンにはまあそこそこ強いですからね、範囲ダメージになるので。対地クロスの方も突破してもらって、あとはレイジ一発ロイちゃんがクイーンに勝ちまして、なんとか一応レイジも残っての全開。ああ、小爆弾で落ちるぐらいの HP でした。さあ、水さん、ルートライダーラッシュ。まあ、水さんのルートライダーもこういうような形をいいっすよね。うん。で、ジモンター2本折り。割と自分の形になってるかなと思います。ウォールブレーカーも早めに先開けときつつ、ルートライダーパートスタート。まあ、クイーンに関しては、反対側流れて欲しかったんだけど、ちょっと合流しちゃったなーって感じかな。まあ、そうしないとね、この辺流れることになるからね。さあまあ、タウンバッカーのような感じでトム打って、まあ、実際そこで打てるのも十分強いからね。さあ、オーラダメージの入ったロイヤルチャンピオン進みつつ、裏側はオーバーグローです。で、かなり浅めに、もう裏側レイジまで置いてあげて、あとはフリーズ2発。スケルトンをキングに向けて進めるんですけど、スケルトンじゃない、ストライカー。スケルトン出てきたところにストライカー出したから、もうスケルトンって言っちゃったもん。まあ、やっぱ喋りたいこととね、目で見てることがもうどんどん次って思考の方が先行って言葉が追いつけてないみたいなことがたびたび起こるんだけど。ナイス全開。さあ、アヒルさん。ここもまずはロイちゃんの削りから入る形。インビジブル隠してあげて。この射程の削りとかやっぱりね、練習しないと厳しいんで、僕もね、ちょっと練習なしで一発勝負でいきなりやるのは怖いんで、まずフレチャレとかでやるかなと思うんですけど、やりたくなった方はね、まずぜひ、まずはね、フレチャレで練習するところから。こういうところも、ちょっと危ないところでしたが、ここで回収をしていく。うん。イースト薬やっぱね、最高率で使いたいんで、なので、バックとか結構早いタイミングでの、イースト薬採用になってると思うの、ね、自分で押すっていうところ、心がけてると思うんだけど、今みたいにちょっと、回収しなきゃいけないタイミングの時にヘイスト薬の能力が残ってるのがもったいないので、本当に。これはね、気をつけた方がいいかもしれないですね。まあ安全に進ませたいっていうね、あれはあるんだけど、さあここでジャンプ使っていきます。援軍もタイタンなので簡単に処理することができるんですけど、外周部と二手に分かれてますね。さあだいぶカオスな額。さあキングのブーメラン強すぎだろ、それ。下側吹っ飛ばしていく。なんか出したいね、ダクエルタンク。で、反対サイド、ロイちゃん。上が頑張っている。まあ、援軍のところとかもね、担当してくれてましたね。で、内側からはクイーンがたどり着いたところ。うん、強。ジャンプがまだ効いてたので、そっちに戻って全員合流です。タンクがやっぱり最後残るところなので、気づいてないな、これは。回収してっての全開。まあ、役ついてるのでね、オールブレーカーとかなくても、自力で開けれるっていうのが、やっぱ壁開け性能高いっすね。
まあ、陸のユニットが死ぬ要因って壁打ってる間に施設に殴られるみたいなのも結構大きな要素なんだけど、そこを最大限ケアした役採用ですね。さあ、ラピュタさん。ヒール採用のルートライダーラッシュ。うん。いい削り。陸助捕まりますが、ナイスだよ。飛ばしていく。ラピュタさんもね、この合流型。おー、ちょっと内側入っちゃったか、クイーン。援軍に釣られて内側入っちゃいまして、ルートライダー発進です。で、9時ちょっとね、ガゴプリがいて、ガゴプリの方にもロイちゃんでね、処理することになったんだけど、ペッカとかだいぶやられて、ガゴプリ防衛やっぱ性能高いよね。クイーンが、これはなんか、龍炎砲ってなんかこっち向いてそうな感覚あるけど、こいつもこっちで向いてるし。さあ、ここでオーバーグローかけていきます。まあ、なんだかんだクイーンの合流が図れたと。両方それ、ミラーだったんだね。本体は落ちてしまっている。あとはスケルトンとレイジフリーズと、もろもろ残ったところ。まあ、逆に今度はこっち向いてなくて、まあ、1本。まあ、龍炎砲2本両方かかるっていうよりは、なんかこういう感じでね、どっちか向いて、どっちか片方は絶対当たるよねっていうような配置が今は多いので。まあ、同時ぐらいは基本的には避けたいですよね。同時に食らうのは。まあ、そういったところを突破するときはトームがあったり、プランニングの段階でね、まあ、そういうケアができればなっていうところですが、まあ、ちょっとね、ヒーロー削られた感じにはなりましたが、ナイス展開です。さあ、チャーさんルートライダーラッシュ。こちらも割とシンプルに突っ込んでいくような感じですかね。ルートライダー、ドッカンと、まあ、ロイヤルチャンピオンもね、一緒に入れていくことで火力が非常に高くなる。援軍処理の能力も高まるっていうところで、ウォーデンのヒーローペットを、まあ、ディギーにすることができるみたいなところもありますね。もう本当に全てをもう最初に使っていくような感じで、ベビドラとかも全部ね、なんかトームに巻き込んで撃つみたいなことを前やってましたもんね。で、タウンホールのところ、レイジターにかぶせて、オーバーグロー非常に強いですね、これね。で、ガゴプリポイズン。ってなると援軍処理にポイズンつかなかったのか。まあ、アイゴレとかだったんでね、いい判断ですね、それは。で、レイジフリーズが残ったところでのラストタウンホール側。フリーズ使いつつ、まあ、ダークエリ使いたくないとかもしかしたらあるかもしんないね、これね。まあ今ヒーローの能力、ヒーローのレベルとか上げなきゃいけない。まだ、バンストする前の段階なので、ウォールブレイカー節約してんのかな。キングの能力で壁は結節。いやー。シャーさんもね、毎回こういうスタイルで、しっかり毎回前回取ってんの。さすがですね。ああ、さす。もはやオールドスタイルみたいな感じなので。さあ、星3ドラゴン。まあ、こういうアーチャータワー美味しいですね、外周部。なんならこの、ロイちゃんここで削らないときにもこういう、またこういうのとかね。もう美味しすぎる、こういうの。ちょっと雑に置かれた防衛施設はしっかりね、取れるとき取っていきましょうって感じですね。さあ、ウォーデンに気づいて、
ダメージを与えましたが、またちょっとだけ HP 残された。ギリギリフォックスもかかる。とてもいいインビジブル。オーデンからね、タゲられて一方的にやられちゃうとね、ロイちゃんの防御力が下がっちゃいますからね。クロスボウの方にインビジブルかけることで内側に入れよというメッセージ。しっかり入って中央部分でヘイスト薬解放。いや、完璧すぎるな、これ。しっかりと。今の1個前のフォックスのタイミングとか完璧に把握してましたもんね。よし、大丈夫と。いやー、ここもかけますが落ちると。ちょっとタウンホールからの攻撃とかも来てたんで、落ちちゃいましたね。こういうところは援軍に対しては、ベビドラとか当ててるやり方をしてるのかな、普段。ラバとかアイラバとか出た時にも。いいね、これ。クイーンに行かないようにアーチャー追加してるんですけど、でもう一回スーパーバーバリアン追加して下側にアイゴレをとどめ続ける形。まあ、おでひ系の対策かなっていうところで3時にテスラモリが生えてて、まあ、タウンホールここはトームがまだ残ってるので、レイジトーム。完璧。で、裏側にもしっかり飛ばすようなガゴプリの能力を割いてあげて。いやー、いいですね。中点フリーズ残して、ユニットの残り量も大量。素晴らしすぎる。いや、完璧だな。強。いや、うまいね。強い。もうなんか強い以外の感想がないわ。強い、うまい以外の感想がない。さあ、ボマックさん。まずは、ロイちゃん削り。これ下2つがね、14、15番とミスだったので、これが今季ラストアタックになります。さあ、見ていきましょう。さあ、クロスボウスキップ。ボム発動でとどまりましたが、ここでダメージも入ってたので、一瞬突破ができるような状況。インビジブル。お腹すいたな。さあ、いいですね。回収。なるほど。いつもランチャーだけど、そうですね。ランチャーですね。まあ、だいぶこれは読めた。もう毎回ね、自分の形を持ってやってる人なので、かつちょっとね、特殊なので、だいぶ僕も分かってまいりました。これちょっとマルチアーチャーターとテスラと両方ダメージ当てつつ、ランチャーのダメージもね、最大限入れていきたいというところで。毎回この火力の高いところタウンホール反対側からこういうところキングで入れてランチャーつけてクイーン入れて12時からルートライダー合流っていうのが鉄板な形になってますね。でここはちょっと早いですが、もうタウンホールまで早めに固めていきました。さあ、ここドルイド追加していきましたね。まあ、ドルイドはね、ヒーラーと違って、初手から出せばいいというもんではなく、回復するタイミングも大事になってくるというところで、少し溜めてから出してあげると、今、最後のドルイドも今のタイミングで追加しましたね。初手から出しちゃうと、最初の方の回復ってちょっと無駄になることもあるからね、HP マックスのところを回復しても意味なくて、HP が減ったところで回復を入れたいというところなので、今みたいな少し減り始めてからの追加っていうのはいいかなと。溜めすぎて逆に落ちちゃうのも良くないんで、タイミングほんと大事なんですけど、そういったところの意識も大事ですね。脳死で最初に出すんじゃないよっていうことを言いたいと。ナイス全開。いやー、いいですね。はい、というわけでね、今シーズンも終わりまして、41点。リーグトップも取ってというところで、1回負けてはしまいましたが、
まあ、トータルでグローバル40位ぐらいだったかなって記憶してます。41位とかだったかな。まあ、1回もね、格下のクランと当たった時以外は45点が取れてないっていうところで、やっぱ、まあなかなか17、16の頃よりも、まあ若干難易度上がってきてるかなっていうところ。まあ点数で見ると意外と誤差ではあるんですけど、まあ、内容で見た時に若干上がってるかなっていうのはやっぱ皆さん感じてるところじゃないかなと。ハードモードに関してはよりそれが顕著に出てるかな、より難しめになってるような感覚はありますって感じですかね。まあ、バランス的にはやっぱ16でちょっとね、微妙な環境をずっとやらされてたところから考えると、今の方が全然バランスはいいっていうか、まあそれでもやや簡単側の方だとは思うんだけど、いいんじゃないかなと思ってます。はい。というわけでね、本日はこんな感じで終わりたいと思います。クランリーグ編もこれで終了ということで、また、対戦の方でね、まだ上げてないものが多分ね、残してあると思うので、そちらが次からは上がる形かなと思います。はい。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録お願いします。また次のお願いしましょう。さよなら。